間違ったところを消しゴムで消すなんてもったいない。間違ったところにこそ成長のヒントがあるんだよ。これは日本の宇宙開発の父、糸川英夫さんの間違いや失敗の中に成長の機会があるという考え。糸川さんは日本の宇宙開発やロケット開発を先導したレジェンドです。糸川さんの挑戦は長さわずか23センチ、直径 1.8 センチのペンシルロケットを使った実験から始まりました。ロケット開発中、糸川さんは何度うまくいかなくても諦めることはありませんでした。こんなエピソードもあります。糸川さんは取材に集まった記者に、今回の失敗の原因はどこにあると思われますかと聞かれ、こう答えたのです。僕は失敗という言葉を使いません。一生使わないつもりです。すべてが学び、明日への糧です。この世に失敗はありません。失敗をチャレンジの一環と捉え、成功や成長するためのプロセスの一部として受け入れることができる考えです。失敗という言葉を使わなかった宇宙工学のレジェンド。86歳で亡くなる直前までバレエを習い始めたり、自ら作成したバイオリンでコンサートを開催したり、挑戦をやめませんでした。成功者は失敗から学ぶことを知っています。今回は失敗や挫折を恐れず、新しいことにチャレンジしようと前向きになれる偉人の名言をご紹介します。天才とは 1% のひらめきと 99% の努力である。これは発明王トーマス・アルバ・エジソンの言葉として広く知られています。生涯で特許を取得した発明の数は約1000件にも及ぶと言われています。電球を発明した人物と思っている方もいるかもしれませんが、正しくは白熱電球を改良して実用化を果たした人物です。この成功の裏には数千回の失敗があります。彼はフィラメントの材料、形状、長さ、太さなどを変えて実験を繰り返し、何千もの試行錯誤を繰り返しました。最適な素材を見つけ出すことに苦労していたエジソンが偶然見つけたもの、それは扇子でした。たまたま目の前にあった扇子。その骨に使われていた竹に目をつけ、実験をしてみることにしました。その竹を使ってフィラメントを作ると、当初約40時間程度であった点灯時間は100時間以上となり、より長く光り続ける白熱電球が出来上がったのです。私は失敗したことがない。うまくいかない方法を1万通り見つけただけです。諦めた瞬間が本当の失敗であり、失敗や学びの機会。そう考えるからこそ、エジソンは失敗から学んだことを次に生かし、諦めずに試行錯誤を重ね、最終的に成功に至ったのですね。失敗を失敗とは捉えない、ポジティブな言葉で次に進む勇気がもらえます。失敗や挫折をしたことがない人とは、何も新しいことに挑戦したことがないということだ。これは相対性理論などを提唱し、現代物理学の父と称されるアルベルト・アインシュタインの言葉。彼は光の性質や時空の構造について新しい理論を発展させ、物理学の常識を覆す革新的な理論を生み出しました。その後の量子力学、宇宙論などにも影響を与え、現代物理学の基盤を築いたとされていることから、20世紀最高の物理学者と言われるアインシュタイン。幼少期に言語障害を抱えており、思ったことをうまく話せず、5歳頃まであまり言葉を発しなかったとされています。また、大学を受験しますが、合格基準に達せず受験に失敗します。天才は全ての分野において才能があると思っている方もいるかもしれませんが、アインシュタインが成績優秀であったのは、強い関心を抱く数学と物理。受験失敗1年後に合格し、入学した大学の講義も関心のない科目については授業に出席しなかったそうです。代わりに自分の興味のある研究や議論に時間を費やすことが多かったとされています。挑戦することは自分自身を成長させる機会でもあります。失敗や挫折を恐れるのではなく、積極的に挑戦し、失敗や挫折を受け入れて、その経験から学び、成長することが大切だと考えさせられます。ということで、今回は偉人の名言をご紹介しました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。